はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、僕がセンター試験を20年分徹底分析して編み出した三角関数の完全攻略法をお伝えしようと思います。僕実は二次関数と微分積分の2単元でこの20年分徹底攻略を出してきたんですけど、それがかなり好評で点数もかなり上がりましたっていうコメントもたくさんいただいたので、これはもうできる限り作ろうということで、特に要望の多かった三角関数を作ることになりました。で、またまたすんごいもう超大作になりましたよ。もうこれを見てもらうだけで三角関数の基本の解き方から問題演習からしかも差がつきそうなところまでもう全部詰め込みましたね。独学だったら三角関数、10時間ぐらい勉強かかるところをもう本当にこの動画1本で全部まとめてしまおうというね、欲張りな動画になってますので、とにかくこの動画を全部見てもらえれば三角関数で知っておかなきゃいけないことは全部わかりますので、最後まで見てもらえたらいいなと思います。これセンター試験20年分の徹底分析っていう風に言っているんですけど、2次まで使えるような超重要な内容を盛りだくさんで話していくので、ぜひ2次の前もね、たくさん見てもらえたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。センター試験20年分徹底分析、三角関数を完全攻略していきます。まず流れとしては、超重要事項をもう超速習で学んでいきましょう。で、それはもう2次でも使えるような内容を全部徹底的に話していくので、すべて理解するように努めてください。また、その後に過去問徹底解説ということで、特に重要な2010年、2015年、2019年を解説していきます。もうこれは結構難しかった年を扱っていくんですけど、難しくても解けるよっていうことと、あともう一つ。これで、この3年で基本的な範囲は全部演習を通して網羅できるので、この3年分を扱っていこうかなと思います。で、最後に、これ出たらちょっと嫌だなっていう、その差がつきそうなところだけ解説していこうかなと思います。はじめに三角関数の重要事項から。まず、定義公式からをさらっと確認していきましょう。はい、こんな感じで単位円があったときに、ここの角度、その X 軸の正方向からの反時計回り向きを正とした時の角度をθとした時に、この単位円上の点の座標をコサインθ、サインθという風に定義するというわけですね。で、タンジェントθはって言われると、この傾きがタンジェントθなんですね。大丈夫ですかね。コサインθ分のサインθ。よって、このことから、これらの公式が導かれます。はい。よろしいですかね、これら。コサイン2乗プラスサイン2乗イコール1っていうのは、この原点とこの点の距離が1だということから、コサイン2乗足すサイン2乗が1っていうのは導かれる。これの2つ目の方は、タンジェントθっていうのはこの傾きだからコサイン分のサインだというふうに表せる。で、この1プラスタンジェント2乗θイコールコサイン2乗分の1っていうのは、ここから導かれるわけですね。はい。これのタンジェント2乗θはコサイン2乗分のサイン2乗っていう風になるから、これをコサイン2乗分のコサイン2乗ってすることによって、ここの部分が1になってくれるというわけですね。よろしいですか？で、これらの公式を使うと何がいいかというと、はい。サインθ、コサインθ、タンジェントθのうち、一つだけ、どれか一つ分かれば、残りの二つも求められるっていうことなんですね。例えば、サインθが分かれば、この式を使ってコサインθが求まる。で、この式使えばタンジェントθも求まる。コサインθが分かれば同じようにこれでサインθ、これでタンジェントθが順番に求まる。タンジェントθが分かれば、これでコサインθの値が分かって、で、これを使えばサインθの値が分かるというわけですね。ここで注意しなきゃいけないのは、サインθが分かったとしても、コサインθ2つ出てきますよね。サインθっていうのは y 座標ですから、例えばサインθが2分の1だった場合、っていうのはサインθが2分の1の場合は、要はこの2箇所あるわけですよ。2箇所。サインθが2分の1となるような単位円上の点、要は y 座標が2分の1となる場所は2箇所あるわけですね。よって、コサインθも当然 x 座標は2箇所ある。2分のルート3とマイナス2分のルート3あるし、タンジェントθもこの傾きだから、プラスルート3分の1とマイナスルート3分の1の2つが出てくるっていうのは当たり前なんですね。だから、ここでよくあるのが、θの範囲に制限がある場合。例えば、2分の π からθが π という風に限定されてれば、コサインθっていうのは絶対この範囲である以上、負だということから、例えばサインθが2分の1だったら、コサインθがマイナス2分のルート3に限られるっていうようなことがわかるわけですね。とにかく、この公式を、この単位円の定義から考えて明らかだという風に理解して覚えてもらって、その上で一つ分かれば残り二つが分かる。で、ただその場合二つ基本的には出てくるわけだから、それをこの
シータの範囲によって一つに限定されるっていうことがしばしばあるんだっていうことを確認しておいてください。次。位相のずらし方ですね。位相って何かっていうと、簡単に言うと、サインの中の部分ですね。サインの中。サインなんとかって言った時のここのなんとかの部分ですね。まあ、具体例を見ればすぐ、そのことかっていうのがわかると思うんですけど、例えばこれですね。サインシータプラス2分のパイ。これはコサインシータだと。なるほど。コサイン、じゃあ、何でもいいけど、パイ引くシータはとか言われたら、これはマイナスコサインシータか、とか。ね。こういうものが位相をずらすってことですね。この位相がずれていくわけですよね。変化させるというわけですよ。これとかって、確かに教科書とかにずらーっとあったと思うんですけど、それは全部覚えなくていい。導ければいいんですよ。じゃあどうやって導くかっていうことで、中には単位円で説明してる方もいると思うんですけど、単位円はもちろんそれは定義から考えるっていうのはすごく重要なことなんですけど、一番僕が早いなっていうのと、それでもう本当に何も考えずにパッと出せるっていうものがグラフから考えるかなと思うので、今回はこの方法を紹介したいなと思います。グラフから考えるどういうことか。はい。これ、例えばサインシータのグラフってこうですよね。サインシータのグラフ。ここが π2π っていう風になってて、これが y イコールサインシータ。シータ y っていうの。次から省略しますが、コサインシータはこんな感じか。もうこれが分かればもう一発なんですよね。はい。サインシータプラス2分の π っていうのをどうやって見るかっていうと、2分の π から始めて、シータをプラスしていく。だからシータが0の時はサインが2分の π の値ですね。シータが1の時は、この中は2分の π プラス1。要は、2分の π スタートなんですよ。ここ。2分の π。サインの2分の π スタートで、シータ。これプラスシータってことは、こっち方向に進んでいくんですよね。よろしいですか？要は、シータが0の時、ここで、シータが進んでいくと、こういう風な動きをしていくわけなんですよ。この動きするものは何ですか？もちろん、コサインシータですよ。1からこうやって下がっていくわけだからね。次、コサイン π 引くシータ。これも同じで、まず π から始めるわけですよね。π が。シータが0の時、π と。だからシータが0の時のことを考えると、π なんですよ。ここスタート。コサイン π がスタート。で、そっからマイナスシータと。要はシータが大きくなるとマイナスの方向に進んでいくんですね。だからこっち方向に進んでいくと。シータが変化することによって関数がどういう挙動を取るかというと、マイナス1からスタートしてこういう挙動を取るわけなんですよ。だから、これどういう動きですか？マイナスコサインシータですよね。マイナスから始まってこうやって波を描いていくと。こんな感じで、まずスタート地点をグラフのどこだろうってやって、プラス方向かな、マイナス方向かなって考えるだけで、あとはその波がどの波に対応してるか。サインシータ、コサインシータ、マイナスサインシータ、マイナスコサインシータのどの波に対応してるかっていうのを見てあげればすぐできるわけなんですよ。これも本当に何でもよくて、じゃあ例えばコサイン2分の 3π プラスシータとかとしましょう。ちょっと考えてみてください。はい、大丈夫ですか？ 2 分の 3π がどこか。ここですね。ここ。2分の 3π がここ。で、そこからプラスシータってことは右向きに進んでいくわけなんですね。ここから右向き。とすると、はい、これ、0から始まってプラスになってっていう波のたどり方だから、これはもちろんサインシータと。こんな感じですね。これでもうどんな場合でもできるっていうことですね。ただもちろん位相のずらし方っていうのは、これ、2分の π の整数倍した場合ですね。この場合のみなんですね。だから、それ以外の場合はどうするのかというと、加法定理。これを意識しましょう。だから、例えばサインシータプラス3分の π ってなってれば、もう加法定理使うしかないんですね。ただ2分の π の整数倍の場合はこれでできると。もちろんこれも加法定理でできるんですけど、加法定理を出すまでもないっていう話です。グラフを頭の中で思い浮かべればすぐわかることなんでね、これら全部。で、今サインとコサインの位相のずらし方をしたんですが、最後にタンジェントだけさらっと確認しておきましょう。タンジェントっていうのはちょっと厄介で、グラフが厄介なんですよね。こんな感じでなってるというわけなので、意外とグラフから考えるのは難しいんですね。ただ、ここで押さえておいてほしいのは、タンジェントシータのプラス2分の π とか、そういう、この、いわゆる2分の π の整数倍だけずらす。はたまたそれにマイナスをつける場合っていうのは、このタンジェントシータか、マイナスタンジェントシータか、タンジェントシータ分の1か、マイナスタンジェントシータ分の1かの4通りのどれかでしかないっていうことを押さえておいてほしいと。これはどれかだよっていうことを押さえてあげれば、2分の π からスタート。要は無限大からスタートしてプラスになっていく。こういう挙動を通るっていうのはどれかって言ったら、その中ではこれしかないんですね。マイナスタンジェントシータ分の1しかありえない。要は、シータが0の時、マイナス無限大からスタートしてっていうことがわかる。
他にも例えば、タンジェント、何でもいいんですけど、パイ引くシータだとしますか。パイ引くシータ。パイ引くシータだとすると、このパイスタートですね。ここがパイだと。ここをスタートでマイナスに辿っていく。ってことは0からスタートしてマイナスに行くのはこの中のどれかって言ったらマイナスタンジェントシータしかないですね。っていう風な見方をしています。もちろん、タンジェントの場合は割と単位円を使った方が早い場合もあるんですけど、一応グラフでの考え方も今回紹介しました。僕は全部グラフでやってるって、もうグラフで慣れちゃったんで、それが一番もう瞬殺できるので、もしグラフがやりやすいなっていう方は、ぜひ今回マスターしてください。ということで、今回、位相のずらし方、プラス2分の π の場合は、これを使ったんですけど、じゃあそれ以外は加法定理。ということで、加法定理周りの話に移っていきます。加法定理周りの話は、公式はいいですよね。こんな感じだと。で、タンジェントのやつは、プラスの場合が1枚タンタンタンプラタンで覚えてますね。1枚タンタンタンプラタンと。で、マイナスの場合これが逆になると。はい。これで覚えてもらえればいいかなと思います。もちろんこれタンジェントはこれ分のこれで導けるんですけど、めんどくさいんでもう覚えちゃいましょう。で、一応なんですけど、ここのプラスの時、コサインの場合はアルファプラスベータだったらここマイナスになるっていうことだけ、ちょっと注意してもらえればいいかなと思います。で、加法定理周りはこれで全部できるんですね。だからサインシータプラス30度とか言われたら、これを展開することによって、なんとかサインシータプラスなんとかコサインシータというふうに表せるわけですね。具体的にはここにコサイン30度が入ってきて、ここにサイン30度が入ってくるんですけど、こんな感じで、サインシータプラス30度は分解すると、なんとかサインシータプラスなんとかコサインシータっていうサインとコサインの一次式で表せるっていうことは、この加法定理から、加法定理を使ったらそういう風にできるんだなっていうことをしっかりと押さえておきましょう。で、これらを使うと倍角とかもすごい簡単。サインにシータっていうのは、サイン、アルファもベータもシータにすればいいんですね。だからサインシータ、コサインシータ足すコサインシータ、サインシータだから2サインシータ、コサインシータだし、で、コサインにシータっていうのをすぐにこれで押さえてほしいんですけど、コサイン、コサイン、サイン、サインっていうのに全部にシータを代入すればコサイン2乗シータ引くサイン2乗シータになりますね。まずこれを頭の中でパッと思い浮かべてあげれば、もう必然的にこの公式もすぐ覚えちゃうと。覚えちゃいましょう。これコサインの方がどっちだったかな、サインの方がどっちだったかなっていう風に悩むんじゃなくて、もうコサイン2乗引くサイン2乗だから、コサイン2乗の方が先なんだ、プラスなんだっていう風に思ってあげれば、2コサイン2乗引く1、1マイナス2サイン2乗、これが逆になることはないので、コサイン2シータがこの形ですぐ出せるように覚えてほしいと。本当はこれを覚える。コサイン2シータがこうなるっていうことはもう何も考えずに出せるようにしてほしい。ただその過程でどっちだろうって迷う場合は、ちょっとこの加法定理のコサインが先、それによってコサイン2乗シータ引くサイン2乗シータなんだっていうのを瞬時に思い浮かべてあげて、じゃあコサイン2乗はこっち側だなっていう、左側に来るものだなっていうことを認識してもらえれば、そのちゃんと導き方から理解できるのかなと思います。よろしいですかね。で、その上で押さえてほしいのが、ここからコサイン2乗シータとサイン2乗シータはコサイン2シータで表せると。で、これでサインシータ、コサインシータがサイン2シータで表せると。っていうことですね。これが半角の公式ってやつなんですよ。これちょっと押さえてほしいことがあって、例えばサイン N シータとかコサイン N シータっていうものがあったときに、これはサインシータとコサインシータの N 字式っぽく表せるんだっていうことですね。例えばコサイン2シータっていうのは2コサイン2乗シータ引く1ということで、これコサイン2シータっていうのを見て2次式っぽいな。で、実際コサインシータにしたら2次式になってるということで、次数的なところが一致してるんですね。サイン2シータもこれ二次式っぽくて、サインシータとコサインシータの積になってるんで、XY みたいな感じで二次式になってますよね。ということで、こうなってるっていうことはしっかり押さえてほしいかなと思います。だからコサイン2乗シータもコサイン2シータのオーダーだということで変形できるんですよ。で、ここでもうこれもすぐ覚えてほしいっちゃ覚えてほしいんですけど、ここから導いても良いでしょう。ただ、覚えられたら一番いいかなという感じですね。これを何も考えずに出せるようにするといいかなと。2分の1プラスこれ。2分の1マイナスこれ。コサインとサインどっちだったっけなーってなった場合は、コサインの方が前だから、プラスなんですよね、ここ。要は前にやって2コサイン2乗引く1がコサイン2シータっていう方を考えてあげると移行して半分に割ってあげる。っていう意味でプラスになるんですよね。よくわかんないかもしれないんですけど、もう、どういう覚え方してもいいので、イメージ持ってください。はい。これを2コサイン2乗シータ前にあるから、とりあえずまっすぐなんでしょう。プラスなんですよ、プラス。はい。っていう感じです。で、もう一つ、ここら辺をしっかりと
押さえてもらえれば大丈夫です。はい。今話したことをなんとなくイメージ持っといてください。で、もう一つ、サイン3シータとコサイン3シータの、これ、3倍角っていうものがありますよね。3倍角。これ何かっていうと、これ簡単に書くと、こうやって表せるっていうことなんですが、これは覚えてもらってもいいし、覚えなくても導けばいいのでね。ただ、その覚え方を簡単に説明すると、まず3シータ、3乗、その N 字式っぽいなっていうことで、3乗が出てくるんですね、3乗。3乗が出てくる。で、3乗が出てくる方は3じゃなくて、反対側に3が出てくると。で、3乗の方は何って言ったら4なんですね、4。だからこの3乗が出てくるっていうのと、でも3乗の3のところはこっちだと。で、3乗、漢字の3乗の方は4になってるっていうことを押さえておいてください。で、これどっちがどっちだったっけなっていうのは迷うかもしれないんですけど、センターの穴埋めだったら大丈夫ですよね。もう、ね。センターの穴埋めだったら、どっち迷うような感じには絶対にならないので。で、もし迷った場合、0入れてみてください。コサイン0、1イコール4引く3になって1になりますよね。だからコサインシータの方に0入れると1になるから、要は1イコール4引く3っていう形になるようにうまく調整してあげればできますと。そしたらサイン3シータは逆の方なんだっていうふうに覚えてくれれば大丈夫です。よろしいですか？じゃあ方程式の解き方に行きましょう。例えば、こういったのがあったら、もちろん、y 座標が2分の1。はたまた、このグラフを考えて、この2分の1がぶち当たるところっていうことを考えてあげればいいわけですね。はい。こういった方法で解いてもらえればよくて、これはちょっと少々割愛するんですが、例えばこの中に、こういった2分の x-3 分の π が入ってきて、かつ、例えば、何でしょう。マイナス π から x が π だというような範囲指定があった場合にどうやって解くかっていうところがポイントになってくるわけですね。こういう時っていうのはどういうふうに考えるかというと、まず、ここの位相の部分、中身の部分をもうブラックボックス化するんですよ。シャ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 と。見えなかったことにする。そこがミソなんですね。ミソ。ここの部分がなんだろう、なんかいろいろ入ってるけど、一旦置いといてっていうことにする。これをまず見なかったことにするっていうのがすごく重要ですね。そうすると、コサインなんとかが2分の1っていう風に置き換わるわけですよ。そしたらなんとかの部分を求めることができるわけですね。で、ここで注意しなきゃいけないのは、要は、言ってしまえば、ラージ X っていう風に置いてるのと一緒ですね。さっきの2分の X-3 分の π が、ラージ X だっていう風に置き換えるのと一緒なので、置き換えた時に何をしなきゃいけないのか。これはもう、三角関数に限らずなんですけど、はい、文字で置くときは絶対範囲に注意しましょう。これは三角関数だからじゃなくて絶対そう。今回もこれをブラックボックス化する。ポーンと隠す。それっていうのは要はラージ X で置くことなんですが、この中身の範囲をしっかりと考えてあげると。つまり、x がマイナス π から π の間だったら、ラージ X っていうのはどこの範囲かなって考えると、半分にして、マイナス2分の π から2分の π にして、そこから3分の π 引いてあげればいいんですよね。だからマイナス6分の 5π から6分の π か。っていう風になるわけですよ。この元で、コサインが2分の1だという風に言えばいいわけですね。だから、単位円で一回考えてみると、コサインが2分の1だから、x 座標が2分の1ですね。ここが2分の1と。で、マイナス6分の π、5π から6分の π の間というのはどういうことかというと、ここの間にラージ X が来てるってことですね。だから、結局ぶつかるところはここだけですよね。ここの部分。ここって何かっていうと、この範囲で考えると、もちろん、マイナス3分の π と。だから、ラージ X がマイナス3分の π の時は答え。で、ラージ X ではなく、もともとは2分の x マイナス3分の π なので、これ計算してあげると、x は3分の π か。っていう風に求まりますよっていう感じですね。だから、方程式の解き方っていうのは、とにかく、ここの部分をブラックボックス化してあげるっていうことなんですよ。よろしいですか？ただ、こんな簡単なコサインなんとかイコールなんとかっていう値ではないですね、普通。どういうことかっていうと、いろんなパターンがあるんですよ。こういうようなものがあったり、ありますよね。こういうようなもの。こういうようなものをどうやって考えていくかっていうことなんですけど、要は結局はコサインなんとかイコール2分の1とかサインなんとかイコール2分の1みたいな形に持っていければこうやって解けるんですよ。中をブラックボックス化してうまくやってあげれば
ということは言い換えれば、こういう波を一つの波にしてあげればわかるんですよね。一つの波にしてあげる。これっていうのは何が嫌だかっていうと、サインシータとコサインシータって全く別の波なんですよ。要は例えばこれ二つ目だったらサインシータ、これ点ですね。点。マイナスに見えちゃうかもしれないけど、点ね。サインシータプラスルート3コサインシータイコール1っていうものがありますと。これ、サインシータっていう波とコサインシータっていう波、似てるようで全然違いますよね。こういう感じになってて、点々点、点々点と。もう全然違うんですよ。例えばシータが6分の π 時とかは、もうサインシータが2分の1です。コサインシータは2分のルート3で、みたいな感じで、それがどんどん追って、もうサインシータもコサインシータも好き勝手動くんですよね。だから、これらをどうにかして一つの波にしたい。その手段として、さっきの公式たちがあるわけですよ。サイン2乗シータを1マイナスコサイン2乗シータにすれば、これ全体がコサインシータだけの式になりますよね。一方、ここの部分も2つ式、波があるから、合成っていうのがあるんですよ。2サインカッコシータプラス、これは3分の π か。っていう風にできる合成。これで一つの波になる。これはコサインシータっていう一つの波になる。これサインシータプラス3分の π っていう一つの波になる。ということで、どうにかして一つの波にできないかなっていうことを考えてあげるんですよ。そうしたら、あとはこういう手順で普通にできるというわけですね。コサインシータを一つの塊として見てあげて、そのコサインシータイコールなんとかっていう形にさ、一回しちゃえば、あとはもう普通に解けるというわけなんですよ。よろしいですか？で、ここでもう一つ、同じサインだとしても、サイン2シータとサインシータは全然違う波ですかね。これはもうサイン2シータとサインシータは全然違う波だから、もう2シータって出てきたら、絶対こっち側にしなきゃいけない。まあもちろん、サインシータの方をサイン2シータ側に持ってくることもあるんですけど、要は、その中身が違う時点で、こう中身を統一するような方向に持っていかなきゃいけないんですね。だから要は、統一されてないものをどう統一していくかっていうところが三角関数の方程式の解き方のミソなんですね。で、最後にこの中身の部分をブラックボックス化する。まあ、最後で、その過程で、その中身の部分をブラックボックス化できるところはブラックボックス化していくっていうことが重要ですね。じゃあ波を一種類にする方法として紹介していきたいのが、さっきのサイン2乗シータプラスコサイン2乗シータイコール1。これが、まず、2乗がある場合。2乗がある場合はもう片方にできる。一方、2乗がなければ、こういう形になっていれば、合成をしなきゃいけないんですね。で、その合成の仕方として、もう押さえておいてほしいのが、もうパターン化してください。A、B っていうのを見たら、サイン、コサインの順に書くんですよ。サイン、コサインの順に書くと。座標を置いてあげると。これが、三角関数の定義と逆だというふうに覚えてもらえれば簡単ですね。A、B、逆に書いてあげればいい。そうすると、ここの部分がこの長さに対応すると。ルート A2 乗プラス B2 乗。で、ここの角度がアルファに対応するわけですね。もしこれが、この点がこっちに来てると。A、マイナス、B が負だった場合ね。負だった場合は、ここのアルファがマイナスになるわけですね。マイナスの値を取ると。例えばアルファ、ここの角度が6分の π だとしたら、この部分が、じゃあ長さが2だとすると、2サインシータマイナス6分の π になってしまうというわけですね。これを見ると。というようなことを押さえておいてください。だいたいこの2つを使うので。で、あとは、例えばコサイン2シータとか出てきたら、2コサイン2乗シータ引く1でシータだけの中の位相を揃えてあげるとか、あと、よくあるのが、t イコールコサインシータプラスサインシータと置いて、t だけの式にするとかもあるんですけど、これも結局やってることは、別々の波が自由に動くの嫌だから、一つの文字で置いてあげるっていうことですよね。全部。一つの波っていうのは、この波を文字と t と置いてるようなもんなんですけど、そういうような観点で見てあげるとうまくいくというわけですね。ということで、ここから過去問の徹底解説に移っていこうと思います。はい。2010年、2015年、2019年3年度やろうと思うんですが、最初2010年から。これ難しいんですよ。めちゃくちゃ難しい問題からちょっと紹介していくんですけど、でもできる。はい。0から2分の π の範囲でサイン4シータイコールコサインシータを満たすシータとサインシータの値を調べよう。これですね。4倍角っていう風になるかもしれないんですけど、そういうわけではない。一般に全ての x について、コサイン x はこれである。で、この中から選べばいいんですけど、もう選ばせてる時点で、3つ代入して、こうなるものはどうかなっていうことを調べてもらえばいいというわけですね。だから、サイン π-x かサイン2分の π-x かサインマイナス2分の π マイナス x かっていうことなんですが、サインのグラフを書いてあげましょう。要は出発点が π2 分の π マイナス2分の π のどれっていうことですよね。サインこういうような感じのグラフなんですね。で、
マイナス x。要は出発点が C の部分に対応して、出発点どっか。で、左方向に進んでいくと。マイナス x だから。x が大きくなれば左方向に進んでいく。その挙動がコサイン x になるときってどこかなって言ったら、出発点がこことかこことかって時ですね。ここだったら1からこういう風に下がっていってっていうのは、この挙動って明らかにコサイン x の挙動じゃないですか。みたいなことで、ここを見てみると2分の π だと。じゃあもう丸1確定だという風に言えるわけですね。こんなノリなんですね。ということで、従って丸1が成り立つとき、sin 4θイコール sin 2分の π 引く x となり、0から、θ が0から2分の π の範囲で、4θと2分の π 引く θ の取り得る値の範囲を考えれば、4θイコール2分の π マイナス θ または 4π イコール π マイナス2分の π マイナス θ となる。これもうね、普通これを求めさせたいんだろうけど、もうなんか求めなくていいよっていうことだよね。考えれば、θ は何となるっていうのが普通持っていくべき方向性なんですけど、で、ここの部分を問うたのが2012年なんですね。2012年本当に分かってるかお前らみたいなね。誘導つけたからできたんだろうけど、みたいなことを多分出してきたんですよ。で、2012年も難しかった。2012年使わないのは、今回使わないのは網羅性っていうことから考えてたんですが、はい。これどういうことかというと、これグラフで考えてあげれば分かるんですね。サインの値が一定になる場合っていうことを考えると、例えば、サイン A イコールサイン B っていうのがあったとするじゃないですか。これって実は A と B っていうのは A イコール B じゃないんですよね。それはどういうことかっていうと、サイン A とサイン B が一緒ってどこでもあるんですよ。例えば、ここが A、ここが B でも、ここで一緒になりますよね。同じ値取りますよね。こんな感じで同じ値を取る A と B ってたくさんあるんですね。だから A と B ここかもしれないし、A がここで B がここかもしれないし、みたいな場合のたくさん答えが考えられる。だとすると、この 4θ と2分の π 引く θ っていうものの範囲を考えて、この場合これしかないよねっていうような、この組み合わせしかないよねっていうことを考えていけばいいんですね。ということで、0から2分の π の範囲だと 4θ はもちろん0から2分の π ですね。この範囲、2分の π 引く θ は0から2分の π というふうに言えるわけなんですよ。よろしいですか？そうすると、この中で2分の π 引く θ の方がここだけと。ここだけね。だから、2分の π 引く θ の定まったときに、ここの範囲のどっかなんですよ。で、そこでぶつけていくと、で、その 4θ の方は0から 2π ですよね。そうすると、4θ の方で考えられるのって、ここかここの2箇所あるんですよ。それがこれまたはこれということですね。こっち側だったら、完全に 4θ と2分の π 引く θ が一緒になる場合ですね。左側の場合。で、右側の場合はこういう風に式で表されてるんですけど、それはどういうことかっていうと、これはいろんな見方があって、一番わかりやすいのは、こっちから出発したのと、この π のところから出発した距離が一緒っていう風に見てあげてるわけですね。大丈夫ですか？これ左右、ここの2分の π を軸に左右対称っていう風に見て、中点が2分の π って見てもいいんですけど、2分の π を折り返してるってことは0から出発したところと π から出発して左方向に進む方向が距離が一緒っていう風に見れるわけなんですよ。そうすると2分の π 引く θ っていうのは2分の π 引く θ だけこっち進んでるから、こっちも2分の π 引く θ だけ進むと。だから π から2分の π 引く θ 戻ってあげると 4θ になるよっていうこの2つの式が立つわけですね。こんな感じで見てあげるわけなんですよ。だから、これ、実は2012年にも1回問われて、めちゃくちゃ成績が悪かったと。ということで、これまた問われてもおかしくないので、まずこれを使ってあげて、sin 4θイコールコサイン θ。これどっちも1、係数が1であることがミソなんですけど、その片方をしっかりとどっちかのサインに統一してあげると。その上でこうやってぶつけてあげたときにどこを取り得るかなっていう、どういう場合に一緒になり得るかなっていうことを考えてあげる。短絡的に sin A イコール sin B だったら A イコール B っていう風にしてはいけないっていうことがここからは学べることですね。はい。ということでこれを計算してあげると θ イコール10分の π。ここから計算してあげると θ イコール、6分の π か。だからここが6で、ここが10という風になるわけですね。θ は6分の π または10分の π。これ続きがあって、θ が6分の π の時は何？ θ イコール sin 10分の π の時は値何っていうような問題なんですね、最後。サイン6分の π の時値いくつかって言われたら、これはもう大丈夫ですね。2分の1ですね。はい。じゃサイン10分の π の値を求めようっていう、こっからがまた長いんですよ。だから結構ね、大変だったんですよね、2010年。丸1より、丸 1？
サイン4シータイコールコサインシータか。サイン4シータイコールコサインシータなんですよ、これ。こっから求めていこうと。丸1よりって言われてるので、丸1をもう一回使ってあげると。で、こういうふうに言われてるわけですね。だからこれをどう変形したんだろうって見てあげれば、4シータっていうものを2シータ ×2 っていうふうに見てあげることによって、倍角でできるんだなっていうことですね。はい。これ見えない人は2シータをブラックボックス化してあげる。2シータをまたこういう感じで、同じものをちゃんとブラックボックス化してあげると、サインなんとかコサインなんとかの2倍っていうものがサイン2シータなんだ。サイン2× そのなんとかなんだって見てあげれば、このブラックボックスを外してあげればわかりますよね。で、この式の左辺のを2倍角の公式を用いて変形すれば、もう一回変形しろと言ってるわけですね。これも、だからもう一回変形すると、2サインシータコサインシータと、コサイン2シータの方は、コサイン2乗引くサイン2乗でも何でもいいんですけど、1引く2サイン2乗シータというふうに しましょうか。っていうのも、これ変形したらこうなるっていうことが予想されますね。で、コサインシータを1個くくり出しているので、ここにコサインシータもある時点で、残りはもうサインシータで揃えてあげたいなっていうふうに思うわけですよ。思ってください。ということで、ここの残りの部分を考えてあげると、ここ4サインシータをこの中に入れてあげて、4サインシータ引く8サイン3乗シータと、こうなるわけですね。で、ここでコサインシータは絶対0より大きいから、これがコサインシータで割れて、割れてとか分かんなくても、ここに8とか4とか代入すればこうなるんですっていうふうに言われて、そうなんだでもいいんですけどね。で、が成り立つ。で、サインシータは2分の1は、イコール2分の1はこれを満たしてる。で、シータイコール10分の π とすると、サインシータは2分の1ではないわけだから、こうなると。つまり、これを解けって言われてる過程で、サインシータイコール2分の1っていうのも答えがあるよって言われてるわけですね。だから簡単に言うと、これ因数分解してあげるときに2サインシータ引く1が出てくるよっていうことですね。だから2サインシータ引く1で割ってあげると。これ分かんなくても因数定理使えばいいんですけどね。どっちでも。これが分かってる方が楽。で、これ計算してあげると、4サイン2乗シータ足す、引く4サイン、足す2サインシータか。で、引く1か。イコール0っていう風になるから、結局ここの部分は絶対0じゃないということから、4、2というのが分かります。よろしいですか？よって、これを解いてあげると、サインシータは、4分のマイナス1、プラスマイナスルート5という風になって、これが0より大きい方だから答えは4分のマイナス1プラスルート5っていうのがサイン10分の π の値になりますよっていうことですね。これもう完全に誘導言っとけばいいんですよ。で、しかも途中の細かいこと、サインシータ2分の1を満たして、なんか2分の1じゃない。何この2分の1急に。いいや。とりあえず2分の1っていうのは満たすんだ。じゃあ割ればいい。とか、プラスマイナスある。プラスマイナスのどっちなんだ0より大きい方。てかわかんないけど、この形でこれ、入れときゃいいや。みたいな感じで答え出ちゃうんですね。この、一応背景としては、サイン4シータイコールコサインシータを満たすようなシータは全部これを満たすんですよね。全部これを満たす。だから、こいつが全てなんですよ。サイン4シータイコールコサインシータを満たす。で、その過程でサインシータイコール2分の1とか、サインが0より大きいとか、0より小さい場合とか、いろいろ出てきてるじゃないですか。あと、コサインシータが0の場合とかも出てきちゃうんですよ、答えは。でもそれっていうのは結局サイン4シータイコールコサインシータを満たすものっていうのは10分の π だけじゃない。それはもちろん6分の π もそうですよね。最初の6分の π。6分の π イコール2分の1っていうのは、そもそもこの6分の π 何だったかって言ったら、これを満たすようなシータだったわけで、とすると、これを解いてる過程で、サイン6分の π のこの2分の1っていうものが出てくるはずなんですよ。サインシータイコール2分の1っていうのを答えとして出てくるはずで、だけど今回はその答えじゃない方だよっていうことをやってあげてるわけですね。っていうものが、要はこれを満たすシータっていうのはたくさんある中の10分の π じゃないやつがたくさん出てきて、ちょっとずつ取り除いてるっていうイメージなんですね。で、最終的に10分の π はこれですっていうことがわかるという感じですね。よろしいですか？次に2015年ですね。この問題も、また7倍角だって言って結構 SNS 上で騒がれた問題ですね。O を原点とする座標平面上の2点 P、Q があると。ただし、シータがこの範囲であると。じゃあ OP と PQ の長さはって言われたらもうとりあえず何も考えずに求めてあげればいいんですよ。平面を考えてあげればわかるんですが、これ普通に点 P ってここですよね。2なんですけど答え。これコサインシータ、サインシータの定義を考えれば明らかで、要はこの2の部分がなかったら何かっていうと単位円上の点じゃないですか。それを2倍に引き伸ばしてあげてるってことは2ですね。
これは見た瞬間に考えて、見て分かんなきゃいけない問題ですね。その後 PQ はって言われた時に、この差を考えてあげるわけですね。差。要は、その2点の差を考えてあげるわけなんですが、この差は、ルートコサイン2乗7シータプラスサイン2乗7シータですね。ここの2コサインシータと2サインシータが相殺されるので。だから1と1になるわけですね。よろしいですか？で、OQ2 乗は何って書いてあるわけなんですね。OQ2 乗。OQ2 乗っていうのは、要は原点からこれの距離というわけで、これを考えるのか。つまり、2コサインシータプラスコサイン7シータの2乗足す2サインシータプラスサイン7シータの2乗っていうものが OQ の2乗になるわけですよね。よろしいですか？だからあとはこいつを計算してあげるとこういう感じになるらしいということなんですよ。計算しましょう。4コサイン2乗シータ足す4コサインシータコサイン7シータ足すコサイン2乗7シータ足す、ここに4サイン2乗シータ足す4サインシータサイン7シータちょっと省略しますね。サイン2乗7シータみたいなのがあって、もうこの時点で本当は見えてほしいっちゃ見えてほしいんですが、ここでコサイン2乗とサイン2乗で4になる。ここでもコサイン2乗とサイン2乗でうまくできる。で、ここが5と。4足して5。で、残りの部分が4コサインシータコサイン7シータと4サインシータサイン7シータ。つまり4でくくってあげれば、コサイン7シータコサインシータサイン7シータサインシータとなるわけですね。で、あとはイコールで変形してあげてるわけですよ。何が行われてんだここ。5、4。つまり、ここの部分がそのままこれに変わってるわけですよね。これ何が行われてんだろう。これ見て思ってほしいことがあって、これ加法定理じゃんって見てほしいんですよ。これ、コサインカッコ7シータ引くシータを分解したものだっていうふうに見てほしいわけですね。はい。そうすると、これコサイン6シータと。ここはちょっと難しかったのかもしれないですね。これをこう見るっていうこと。ただ少なくとも、この絵がそのまんま降りてきてるってことは、ここの部分をこれに変形してるんだっていうことは確実なんですよ。ということは、これを変形する。何か見えないかな見えてこないかなっていう時に、こういう加法定理を使ってあげるっていうことでできるわけなんですよ。よろしいですか？で、よって、8分の π から4分の π の範囲で OQ は θ イコール7の時に最大値何を取る？要は OQ の最大値を求めてるわけだから、じゃあ今回これの最大値を求めればいいというわけで、結局コサイン6シータの中身の部分だけ考えてあげればいいんですよね。5プラス4コサイン6シータ。だからコサイン6シータが大きければ大きいほどいい。じゃあこれの最大値はって言われたらどうするかっていうと、この中身の部分をブラックボックス化する。ラージ X っていう風に置いてあげるっていうことですよ。最終的に。だからこの中身の部分の範囲っていうのが4分の π から6シータっていうものは、2分の 3π か。この範囲で最大となるのはどういう時ですかって言われたらもちろん、コサイン4分の 3π から2分の 3π の範囲っていうのは、どういうふうに考えてあげてもいいんですけど、4分の 3π っていうのは、ここか。で、そこから2分の 3π ってことはここか。ここの範囲でコサイン π が一番大きくなるってここですよね。だから、シータが4分の π の時、要は6シータが2分の 3π の時、右端、それはシータイコール4分の π の時。ことなんで、シータイコール4分の π の時、最大値、コサイン6シータが0。ここが0になってるわけだから、5。大きい2乗は5。すなわちルート5を取るというわけですね。はい。大丈夫ですか？ちょっとここのね、加法定理の変換が難しいんですが、他は素直にやってあげればいいと。だからね、やっぱり誘導に乗るっていうのが大事なんですよね。3.OPQ が一直線上にあるようなシータの値を求めよう。直線 OP を表す方程式は何である？ OP。2コサインシータ、2サインシータと原点を取ると。だから、y イコール2コサインシータ分の2サインシータ x っていうことですよね。これ本当はいけないんですよね。なぜかっていうと、コサインシータが0になる可能性があるから。でも一回もうセンター式なら目つぶってください。はい。で、これをコサインシータをかけてあげて、2約分してコサインシータをかけて整理すると、サインシータ x 引くコサインシータ y と。イコール0。っていう風にできるので、丸3が答えだというわけですね。丸3が答え。で、このことにより、この範囲で 3.OPQ が一直線上にあるのは θ イコール何の時であることがわかる。はい。このことからってことは OP を表す方程式を求めて OPQ が一直線上にあるってことは裏を返せば Q がこれの直線上にあるっていうことですね。Q。
2コサインシータ足すコサイン7シータ、2サインシータ足すサイン7シータをここに代入してあげてっていうことなんですね。まあ、ちょっと、そのまま代入してあげてもいいんですが、この P から Q に変化した分のコサイン7シータ、サイン7シータがこの割合で進んであげてるっていう風に見てあげる方が一応スムーズなので、ちょっと省略しちゃいます。すいません。サインシータ、コサイン7シータ、引くコサインシータ、サイン7シータイコール0。これがちょっとよくわかんない人は、もうこの Q の座標をここにぶち込んであげると、このコサインシータと2サインシータの部分の方が消去されて、これにどうせなるので、これで OK と。で、これイコール0となるようなシータを求めてあげればいいんですね。はい。まあ、これできっとね、7倍角だって騒いでる人もいたと思うんですけど、そんなことはしないと。誘導ですよね。これ見て何を思うかっていうと、下方定理ですよね。これサインの下方定理なんですよ。サイン7シータ引くシータイコール0という風に見てほしいですね。そうすると、サイン7シータ、コサインシータ。こうなると。まあこれ、ちょっとマイナス1倍した場合なんですけど、これをサイン7シータ、コサインシータ引く、コサイン7シータ、サインシータイコール0っていうのを置き換えてあげて、こういう風に変形してあげると。もちろんこれのままサインシータ引く7シータイコール0っていう風にしてもいいんですけどね。はい。まあ、いずれにせよ、サイン6シータイコール0っていう風に変形できるかがポイント。こういうね、下方定理のね、使い方もあるんですね。これ難しいですね、結構。じゃあそのシータが8分の π から4分の π の範囲で6シータが0になるのはどういう時かっていうと、同じようにここのブラックボックス化してあげてっていう風にしてあげてもいいけど、まあどうせ6だなっていうのは想像つきますよね。まあそれはちょっと怖いんで、一応やっておくと、4分の 3π から6シータが2分の 3π だから、この範囲でサインが0となる。4分の 3π から2分の 3π の間でサインが0になるのはここだと。π の時ですね。だから6シータが π の時に0になるから、シータは6分の π の時であることがわかるというわけですね。はい、こんな感じです。まだカッコ3もあるのかと。各 OQP が直角OQP。なるほど。OQP が直角っていうのをどういうふうに考えていくかってことですね。まあ、図形的に、まあさっきから全部ね、図形的に解けるんだけど、OQP、PQ が1。なるほど。いろいろ、ここが直角。OQP か。ここが直角か。なるほど。これって、要は、ここの長さが2、ここの長さが1っていうのが分かってて、で、OQ の2乗も分かってて、これ直角ってことは、PQ の2乗足す、ここの2乗イコール OP の2乗ってなるように求めてあげればいいんじゃないかっていう風な流れになるわけですよね。だから、これっていうのは、OP の2乗イコール OQ の2乗足す、PQ の2乗足す OQ の2乗。さっきの5プラス4コサイン6シータ。5プラス4コサイン6シータ。となればいいというわけなんですね。よろしいですか？ということから、コサイン6シータっていうものが、これ4、すいません、4じゃなくて、これ2の2乗ですね。だから4になると。4-1で3、4- これ6でマイナス2で4割るからマイナス2分の1か。コサイン6シータがマイナス2分の1になればいいと。あとはこれを解いてあげればよくて、もう何回もやってる通りですね。6シータをブラックボックス化してあげると、この範囲がさっき言ったように4分の 3π から2分の 3π になると。この範囲にコサインがマイナス2分の1になるところを考えてあげなきゃいけない。4分の 3π から2分の 3π、この間ね。で、マイナス2分の1になるときは、要はここだけね。4分の 3π はここだから、で、ここはね、入らないんですね。考えれば。計算してあげればわかるんですけど。4分の 3π の時2分のルート2だから、ちょっとね、先行ってるんですよ。2分の1より。2分のルート2。だいたいね、求まるものって2分の1、2分のルート2、2分のルート3っていう順番になっているので、それを頭の中で思い浮かべて常に意識してあげれば、これは問題なく理解できると。で、コサイン6シータがマイナス2分の1っていうところをぶち当ててあげると、ここの部分っていうのは何かっていうと、π に3分の 4π か。ここが3分の 4π になればいいんだね。6シータが3分の 4π になればいいと。大丈夫ですかね。で、ここの部分が3分の 4π になって、これが6シータイコール3分の 4π だから、シータは9分の 2π か。になりますよっていうことですね。すいません。OQ イコールなんとかの時であるっていうのは、4-1の3のルートですね。これは。この誘導ありましたね。OQ イコールルート3の時である。だから、OQ の2乗っていうのをさっき出したじゃんっていうのを思い出してくれればできるというわけですね。すいません。この誘導今飛ばしてそのまま、っていう風にやっちゃったんですけど、すいませんね。これ、ぶっつけ本番で解いてるっていうのが
バレてしまいましたね。そう、OQ イコールルート3の時だから、それを使ってあげると、5プラス4コサイン6シータが3ということが分かって、コサイン6シータがマイナス2分の1、よって6シータが3分の4パイだということが言えて、結果的にシータが9分の2パイということが分かるっていうわけですね。こんな感じでやっていってます。次。はい、2019年の本試験。これはね、去年の問題だということで。で、そんなに難しくないので気持ちよく解いていきましょう。はい、まず関数 f シータがあって、F0 と F3 分の π を求めると。F0 はって言ったらこれ0入れればいいだけなんで、ちょっと計算省略します。はい、マイナス1ですね。で、3分の π はって言ったら sin シータに2分のルート3。だから、まあいいや、2分のルート3だから2乗すると4分の3。で、コサインシータに2分の1を入れていくので、ここが4分のルート3とここが4分の1になっていくわけだから、4分の9引く4分の1で2足すルート3と。これ代入するだけなんでいいでしょう。2倍角の公式を用いて計算すると、コサイン2乗イコール、もうこれ見た瞬間、こう入れてほしいですね。となる、さらにサイン2シータ、コサイン2シータを用いて F シータを表すとって言われたら、こいつ、サインとコサインの2次式なんで、これ全部サイン2シータとコサイン2シータの1次式で表せるわけなんですね。ということで考えてあげると、これを使ってあげるわけですよ。だからサイン3乗シータをコサイン2乗シータに一旦直すもよし、サイン2乗シータの方も半角にするもよし、そうするとこんな感じか。足す 4× サインシータコサインシータは2分のサイン2シータ。引く2分の1足すコサイン2シータ。これを計算してあげればいいわけですね。そうすると、サイン2シータのところはここだけだから2と。コサイン2シータのところはマイナス2分の3引く2分の1だから2と。ここも2だね。で、ここのプラスなんとかってところは2分の3引く2分の1だから1という風になるわけなんですよ。よろしいですか？こんな感じで求まると。これを見て何をさせたいかっていうのは意外とね、もう典型問題だから、これさせてどうせ合成するんだろうなっていうことなんですが、はい、合成させます。シータが0から π の範囲を動くとき、関数 f シータの取り得る最大の整数値 m。これの最大の整数値を考えたいので、その時のシータの値を求めよう。三角関数の合成を用いると、丸1は丸 1?2 サイン2シータ引く2コサイン2シータ足す1を合成するんだって。どうするか。どうしようかなと考えるわけなんですけど、要は合成しようって言われたわけだから、このプラス1は残しておいて、ここの部分ですよね。ここの部分が合成できる理由っていうのが、ここが一緒だからなんですよ。一緒だから、共にブラックボックス化できるっていう感じですね。そうすると、ここの部分にブラックボックスの2シータが来てるなーっていうのがわかるわけなんですね。あとはどういうふうに合成するかって言ったら、典型ですね。コサインサインっていう定義のやつの逆の順番で、サインコサインの順番で書いてあげると。サインコサインの順、2、マイナス2の順で書いてあげれば、2、マイナス2とここに来てる。そうすると、ここの長さが2ルート2っていうのがわかる。ここも4分の π ということが分かって、こっち側、半時計回りだから、マイナスになってるわけですね。2ルート2、マイナス4分の π っていうのがここで入ってくるわけですね。よろしいですか？と変形できる。従って m イコール何とかである。要は、これが f シータなんですよ。で、f シータのここの部分がこうやって波となって、一つの波となって変化してくれるわけですよね。とすると、こいつの最大値を求めてあげて、ね、最大値よりちっちゃい、一番ちっちゃい整数を求めてあげればいい。本当はそれが最小値よりも大きいってことを示さなきゃいけないんですけど、それはね、もう当たり前。もう満たしてるから、とりあえず気にしなくて OK。だから従って m イコール何であるっていう時に、これの最大値を考えてあげなきゃいけないと。これが1になればいいから2ルート2プラス1ってやっても、って感じなんですけど、本当はこの中身をブラックボックスにちゃんとしてあげて、その範囲を考えてあげるというわけですね。この塊として見てあげると、この中身っていうのが、2シータマイナス4分の π だから、0から、シータが0から π の時は、もちろんマイナス4分の π から、この2シータマイナス4分の π、π を代入してあげると、2π 引く4分の π で4分の 7π か。ということで、マイナス4分の π から4分の 7π まで考えてあげて、そのサインの最大値を考えてあげるんですけど、これ要は 2π 分だけ網羅してるんで、1周分網羅してますよね、サイン。だからこれ絶対に1となる時もあって、だから答えは、最大値は2ルート2プラス1と。マックスは2ルート2プラス1。当然ミニマムはマイナス2ルート2プラス1。マイナス1の時。っていう風に分かって、じゃああとは、この範囲の中で最大の整数はって言われたら、ルート2はだいたい 1.4 ぐらいってやれば 2.8 たす1で 3.8 ぐらいだったら3かっていうのが分かるわけですよ。
はい、最後。0からシータが0から π の範囲において f シータイコール3となるようなシータの値はって言われたら、小さい順に、3。これイコール3なんだから、これが2。つまり、これがルート2分の1。だから、サイン2シータマイナス4分の π がルート2分の1になればいいというわけですね。で、この2シータマイナス4分の π、もう一回ブラックボックス化すると、こういう範囲になる。で、マイナス4分の π から4分の 7π の範囲で、サインの値がルート2分の1になるのは、この4分の π の時と4分の 3π の時か。っていうのがわかる。だからこれイコール4分の π は4分の 3π っていう風になればよくて、こっちに両方に4分の π 足すと2分の π と π になると。それを2シータだから、これイコール2シータだから半分にしてあげれば4分の π と2分の π っていうのが求まるというわけですね。こんな感じで、とりあえずね、2019が一番ね、すんなり簡単な問題ですけど、ちゃんと最大値最小値っていうところの時に合成して一つの波にしてやってあげるっていう。で、まあどうせね、それは誘導あるから誘導に乗ってあげるっていうことをしっかりと意識してもらえたらいいかなと思います。最後、出たら差がつくぞっていうところですね。はい。もう2つに絞りました。解の個数と和積。積は、ここまででもう結構手一杯の方はもう見なくていいです。っていうのも結構ね、ちょっと大変っていうのと、出る確率がちょっと低いから見なくていいかなと思うんですけど、まあ出たらちょっと差がつくから、一応余裕がある人、ちょっと余力がある人は見てもらえたらいいかなと思います。まあ基本的には出ないと思うからね。解の個数っていうのはどういうことかっていうと、例えば sin2乗x プラス sinx マイナス a イコール0の解の個数。まあその x に範囲がもちろんあるんですけど、はい、みたいな感じで、こういうようなものの解の個数を求めなさいって言われたら、当然 sinx を一旦ラージ x っていうふうに置かれるわけですね。そしたらラージ x プラスラージ x2 乗足すラージ x イコール a っていう感じで、こういう定数分離として見てあげるっていう誘導が絶対つくんですよ。で、その時に文字で置いたから当然範囲を考えなきゃいけないと。3x が0から π の間だったら、ラージ x は当然0から1ですよっていうことがわかる。じゃあ、グラフを考えてみようっていうふうになって、ラージ x が0から1の範囲で x2 乗プラスラージ x2 乗プラスラージ x を書くと、0の時0、1の時2か。だからあんま面白くない問題だな。まあいいや、こんな感じで増加するわけですよ。まあ、こういう感じで続くからね。ラージ x2 乗プラスラージ x。まあ、平方完成してあげてくださいな。で、こういう感じになるわけですよ。こういう感じ。で、A を当てていくわけですね。こんな感じで、さっ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 さと A を当てていくと。その時に、じゃあ、0から2の範囲で答えが1個。だから1個っていう風にしちゃダメっていうことを、もしかしたら出るかもしれない。なぜかっていうと、ラージ X が1個なんですよ、これ。ぶつかるっていうのはどういうことかっていうと、0から A が2の時、ラージ X が1個。これは合ってる。正しい。だって1箇所しかぶつかってないんだもん。だからといって、スモール x が1個っていうのは×ですよね。だからこの解の個数って言われたら、スモール x が何個ありますかなのに、これぶつけて出てきた個数っていうのは、ラージ x が何個ありますかっていうところですよね。だから、ラージ x が1個だったら、スモール x が1個って本当っていうことですよ。そんなことはないわけなんで、ちゃんと、対応表を作ってあげなきゃいけないわけですね。ラージ x が1個。要は、その sinx とラージ x の関係を考えてあげなきゃいけないと。要は sinx イコールラージ x なので、sinx イコールラージ x のグラフを書いてあげると。特に0から π ですね、x は。0から π の間で、ラージ x イコール sinx のグラフを書いてあげる。x とラージ x のグラフで。そうすると、ラージ x が0から1の時は、これね、スモール x が2個あるんですよ。そうですよね、絶対。x は2個。で、ラージ x イコール1の時は、スモール x は1個あるわけですよね。ラージ x が1の時は、ここの1箇所しかぶつかんないと。つまり、言い換えれば、ここで見てあげると、ラージ x、これ、ぶつかったところの個数、ぶつかったところのここの部分っていうのは、ラージ x の値なんで、このラージ x が0から1の時、0以上1未満の時は2個スモール x が出てくるわけですよ。一方、ラージ x が1のこのピンポイントの時はスモール x が1個しか出てこないわけですね。よろしいですか？こういう風な対応が出てくるわけですね。要は文字で置き換えると、当然範囲も変わってくるわけですよ。だから範囲をしっかりとその置いた文字の範囲を考えなきゃいけないんですけど、解の個数はって言われたらさらに解の個数まで考えていかなきゃいけないんですね。っ
っていうところが結構難しいけど、これが出たらきっと差がつくわけですよ。わかんない。1個って答える人が多分続出する。だけど、注意しなきゃいけない。これは、この0以上2未満の部分でぶつかれば2箇所あるんですよ。それはなぜかっていうと、ラージ X、出てくるラージ X が0以上1未満の値だから。で、ピンポイントでラージ X イコール1となるような部分でぶつかれば、すなわち A イコール2の時だけ解が1個しか出てこないんですね。っていうような話ですね。こういうものも出てくるかもしれない。次、和積積は。これもね、おそらく出ないと思うんですけど、出たとしたらね、誘導で出ますね。要は和を積に直すとか、例えば sin3x プラス sinx っていうものを、これをね、積に直すっていうものがあるんですけど、これはもう加法定理を使ってください。で、絶対ね、誘導があるから、誘導に沿ってあげればいい。これも sin2x プラス x っていうものと sin2x-x っていうものを加法定理してあげて足し算すれば消えてくれるんですよ。sin2x コサイン x 足すコサイン 2x サイン x。こっちも同じ、引く同じっていう風になるから、これを足してあげると、ここの部分が消えるわけですね。だからこれの2倍になるから、2 sin 2x コサイン x っていう風になるわけなんですね。よろしいですか？っていう風に直させるものがあるかもしれない。はたまた逆もあるかもしれない。逆もあるかもしれないけど、要は、sin A プラス B っていうのと sin A-B っていうものを足したり引いたりしてるだけだっていうことですね。だから、こいつらを足したり引いたり、この加法定理を足したり引いたりしてるっていうことは、このラージ A とラージ B がどういうものなのかなって考えてあげればいい。この 3x とx だったら、3x 足して 3x 引いて x になるものを考えればいいから 2x と x か、とか、ね。はたまたこの積の方を、sin2x コサイン x の方を和にする場合っていうのは、これっていうのは、加法定理を想像してあげると、掛け算になってるのって右の方じゃないですか。右の方。で出てくるわけじゃないですか。で、サインコサインっていうものが出てくるっていうのはどういうこと、何かっていうと、サインの加法定理の方ですよね。コサインの方の加法定理はコサインかけるコサインとサインかけるサインしか出てこないんで、サインコサインってなってるのはサインの方なんですね。だからあとはこれが出てくるようにうまく加法定理を組み合わせてあげると、sin2x コサイン x っていうのが出てくるのは sin2x プラス x と sin2x-x の時ですね。だからそれをずらーって書いて、足せばいいのかな、引けばいいのかなっていうのを、なんとなくその場で作ってあげればいいというわけですね。とにかく、これは、覚えるもんじゃなくて、なんか加法定理の、こいつsin A プラス B と sin A-B っていうものをうまく作ってあげて、その A と B が何かなっていうところをしっかりと見極めてあげるのがミソ。その場合、連立させればいいんですよ。A プラス B イコール 3x、A-B イコール x っていう感じで連立させれば極論いいので、何はともあれこれを見つけてあげる、これを考えてあげる、で、あとは列挙してあげて足したり引いたりその場でしてあげればいいというわけですね。少なくとも誘導はつくので、誘導はつくからね、不安に思わなくていい。だからこの2つはね、なんとなく、こういうのあるんだっていうのを今分かってくれればもうね、復習はね、もう、さらっと見てもらえればいいぐらいの感じで、誘導に乗ってくれれば絶対できる。誘導がなかったらね、もう難しすぎっていうので、SNS また荒れますよ。だから大丈夫。もうセンター試験結局ね、誘導に乗ればいいから、もう本当に今回、問題演習とかも全部やってきたけど、最初に話した基本的な解き方を全部完璧に理解した上で、その問題演習で、こうやって誘導に乗っていくんだっていうのをなんとなくわかる。で、今回ね、紹介した問題演習はね、すごい難しいものだから、あまりできなくて、ちょっと難しいなと思ってもそれで大丈夫。本番はね、多分もうちょい簡単なんで、2019年の見てもらったら、こんなもんかって思ってもらってると思うから、そういう問題が基本的には出ると思うので、ね、誘導にちゃんと乗ってください。ということで、かなり長くなってしまいましたが、これで三角関数はセンターレベルだったら少なくとも大丈夫だし、2次もちゃんと同じようにやってあげれば通用すると思うので、はい、良かったと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価、あと、こういう動画撮ってほしいよっていうコメント、ぜひ要望あったらコメントをしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。